はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい。なんか今すごい可愛い声出さなかったはい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。すいませんね。はい。皆さんお元気でしょうか？2月になりましたけれども、はい。今日はですね、家の、お話になります。はい。皆さんは今住んでる家に満足してますか？そして引っ越す予定がありますか？はい。皆さんが住んでる場所は都会ですか？それともちょっと田舎ですか？はい。今日お話しする話は、その東京をはじめとした首都圏の家賃がめちゃくちゃ上がってるっていう話。家賃というか、家一つの値段がすごく上がってるっていう話ですね。はい。首都圏っていうのは東京をはじめとした、神奈川、埼玉、千葉、あとどこだっけな。なんかそこら辺。おい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 。首都圏、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨の1都7県のことを首都圏と言います。日本のメインの、この交通とか、経済とかを回している場所ですね。はい。その首都圏の、一つの家の平均価格が、なんていうの、今までの日本の歴史で一番高くなってるですね。はい。それはそうだよって思いますよね。だって、年々、給料とかも上がって、物価も上がって、給料は上がってないかもしれないけど、物価は上がったりしてね。はい。マンションも綺麗になったりして、もちろん上がると思うんですけど、日本にはバブル期っていう、意味不明な時期があったんですよ。はい。でバブル期の時にはやっぱり、もう価格が意味不明な、もう、わけわからない状況になった時に、首都圏のマンションの平均価格は6123万円だったんでした。だったんでした。だったんです。はい。90年代ですね。はい。これを超えて、今、2022年で、首都圏のマンション平均価格6565万円になってるということですね。高い。だって首都圏だからね、これ東京だけで考えたら多分1億近いんですよね、多分。8000万とかだった気がする。東京だけで考えるとね、平均価格が。平均だよ。8000万。買えないよねって思います。はい。これはマンション一つを買うとの値段なんですけど、もちろん家賃もすごく上がっていて、私が住んでる東京に、例えば学生がね、一人暮らしをしようってなった時、今ってかなり厳しい状況になると思います。はい。私が思ったのは、今コロナが始まって、結構そのリモートワークとかも始まって、私が聞いた話では、東京から引っ越す人が増えてるっていうふうに聞いたんですよね。はい、東京を出る人が増えてる。はい、で実際に、今月の調査では、転入、東京に引っ越してくる人、転入と転出、引っ越す人ですね。東京から出ていく人が初めて反対になった。転出が多くて転入が少なくなったんだって。だから東京を出る人が、東京に引っ越してくる人よりも多くなってる状況があるんだって。コロナが理由でです、これは。うん。オフィスに行かなくて済むっていうのがね、一番の理由だと思うんですけど。はい。なのに、こんなに価格が上がってるんですよね。はい。やっぱり、首都圏、特に東京のニーズっていうのはまだまだ高いですね。どうしてなんですかね。はい。一つの理由としては、需要と供給が追いついてないということらしいです。それはそうだろうね。それで高くなるとはもちろん思うんだけど、はい。需要っていうのは、なんていうの、欲しいと思う。皆さんが東京に住みたい、マンション欲しいですって思う気持ち。供給っていうのは、マンション売りますよっていうものですね。はい。だからマンションの数と、マンションを買いたいって人の数が全然合ってないってことなんだね。うん。足りてないんだね、マンションが。はい。そんなにみんな東京のマンション買うんかって。変だよね。だって東京出てる人が多いはずなのに。じゃあ誰が買ってんだおい、誰が買ってんだいって。はい。で、こういう言葉があります。
オークションっていう言葉が最近すごくよく聞くようになりました。はい。オークションっていうのは、億は1億の億ですね。で、マンションのション。で、オークション。はい。これは1億を超えるマンションのこと。はい。です。で、私の家の近くでも、最近そのオークションがすごい立ってて、すべての部屋が多分すべての部屋じゃないかな。半分ぐらいは多分1億を超えるようなマンションですね。誰が住んでんのって感じなんですけど、オークションですね。はい。今年ね、オリンピックありますよね、東京オリンピック。はい。今、北京オリンピックやってますけど、みんなも覚えてる東京オリンピック。いろいろありましたけれども。で、東京オリンピックをやった時に、その選手が使った部屋があるんですよ。それが今マンションになってる。で、売り出されたんですね。はい。で、それの価格が、最高価格が2億2920万。2億。高っ。はい。正直ね、その選手が使ってたそのマンションの場所っていうのは東京なんだけど、めっちゃいい場所ではない。正直ね。まあいい場所なのかな。私はあんまり引っ越したくないなって。その、電車がちょっと不便な場所じゃないかなって思う。とか、海に近いからちょっと津波の心配とか、地震とか怖いんじゃないかなって思う場所なんだけど、それでも2億2900万。で、その、オリンピックをやってる時にもう入りたい人を募集してたのね。その時の募集の倍率が111倍。みたいな。111倍って何人が申し込んだんだろうね。結構広いんだよ。631個の部屋がある。631個の部屋で倍率が111倍。ちょっと計算が私はできませんけれども、かなりの人が申し込んでたんですよね、この。やっぱね、東京は大人気なんだね。こういうコロナになって、リモートワークになって、働く場所を選びませんっていう時代になってるんですけど、やっぱりみんな東京に来る。ね、皆さんはどうですかっていうこう聞きたい。皆さんは今の国で、都会に住んでますか、それともちょっと田舎の方に住んでますか？で、どっちに住みたいですか？都会ですか？田舎、ですか？はい。で、もし日本に来るとしたら、東京に住みたいですか？それともちょっと田舎の方に住みたいですか？どっちですかね？はい。ちなみにね、大阪も同じようにすごく値段が上がってる。はい。最近だと、大阪駅の近くですね、梅田とかの近くのマンションが最高価格で10億円。10億円ちょっとよくわかりませんけど誰が買うのかなみたいなマンションの値段とかがね、もう意味不明なぐらい高くなってる。はい。っていう話です。もちろんね、世界中同じようなことが起こってると思いますよね。だってニューヨークとかやばいでしょ。マンション価格。ね。東京なんかより全然高いと思うし、あとはロンドンとかね、大きい街。韓国のソウルとかも同じニュースを私は見たことがあります。はい。台北とかもね、すごく高くなってるって。うん。やっぱりね、このコロナでも、やっぱりみんな都会に行きたいんだね。考えました。はい。私はね、ずっとこの東京に住んでて、正直、今住んでる家は、毎月払ってるお金に比べると、すごく狭いのね。本当に。で、私はこれコロナ前に引っ越したので、旦那さんも毎日会社に行かなきゃいけない。私も日本語学校に出勤するっていう状況だったので、二人の会社の場所を考えて今のところに住んでる。引っ越してきたの。でもすぐにコロナになって、私はフリーランスになって、旦那さんもリモートワーク OK になったの。あれここに住んでる意味あるみたいな、今状況になってるんですね。で家賃というか、高い月に払ってるお金。はい。買ってるんですけど、だから家賃じゃないんですけど、ローンですね。もう高くて、でも狭くて、どうしようって今考えてます。はい。引っ越そうと思ってるんだけど、やっぱ首都圏になると、やっぱ高いんだよね、どこもね。もちろんね、
私の住んでるところはもう自慢じゃないですけど、東京の中の東京みたいな場所なので、すごく高いです。そう。で、すごく狭いの。本当に。狭い。うん。だから、引っ越したいんだけど、難しいなっていう感じ。どこもね、いい物件がまずなくて、少なくて、ちょっと神奈川とか千葉の方に引っ越したら、同じ値段でもう少し広いところに住めると思うんですけどね。なんか、犬とか飼いたいし、犬飼えないもん、この広さだとね。はい。まあ皆さんはどうですか？めちゃくちゃ高いですけど、その都会、東京とかに住みたいですか？うん。でも考えたのが、絶対さ、その、ちょっと田舎の環境のところの方がいいじゃんって思うんだよね、私は。だったら。こんな高くて狭いところに住むんだったら。でも、東京が人気なんだよね。だから結局、その田舎に引っ越しても何かしら問題があって、やっぱり東京に住みたいっていう気持ちになるのかなと思ってね。はい。まあもちろん好みですけどね。すごい自然溢れてて、東京みたいなうるさい街に住みたくないってなったら、ちょっと地方の方に引っ越すっていうのはぴったりだと思うんですけどね。はい。でも結局やっぱり東京が人気っていうのは、まあ、どういうことっていうふうに思います。はい。まあ、皆さんね、ぜひコメントね、意見を教えてください。はい。今日はこんな感じで、最近の首都圏の家賃の話でした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、YouTube、Instagram、Twitter、こちらのフォローもお願いいたします。あと、私が、声を担当している JPBOX という、中国語を話す方用、中国語を話す方向けの、単語のアプリがあります。はい。それが JLPT の N3 がリリースされましたので、もしよろしければ皆さん、ぜひダウンロードしてみてくださいね。今は、N5、N4、N3 の言葉を、ボイス付きで、私のボイス付きで、勉強できるようなカードのアプリになってます。これから N2、N1、そして文法、増やしていく予定なので、もし皆さんダウンロードしてみてくださいね。はい。そんな感じで、はい。以上です。はい。それではまた次回。さよなら。